in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。ここ最後の場所ですね。もうベッドルーム塗装して仕上げていきたいと思います。もうここの塗装が終わったらね、とりあえず完成です。というわけでね、棚を外しました。そして外した棚がこちら。これとね、2つ。そしてね、この棚、当初ここに蓋をつけようと思ってたんですが、ベッドルームであるということと、この中にね、カゴというかバスケットを入れるので、開けっぱなしでも荷物落ちてこないんですよ。この辺、こっちはなくすとちょっとまずいかもしれないんで、これは切り取ってね、もうガバッと開けとく形にしようと思っています。その辺の加工をね、やっていきたいと思います。というわけでね、この棒を取りました。そしたらね、縁の加工をしていきたいと思います。下側ね、この角削ります。じゃあ削っていきます。棚の外側の縁をトリマーで削っていきます。この縁もいくかね。せっかくやからこの縁もいった方が良さそうやな。ペーパーが取って80番、ガタガタのところを80番のサンダーで削っていきます。ということで、ここもね、棚のものを入れるところの縁もトリマーで角を取っていきます。どう？角が取れるとだいぶイメージ変わりますよね。柔らかくなりますよね。寝室なんでね、こんな感じでいきたいと思います。内側もここ切ります。右側の棚もね、同じように加工していきます。こんな感じかな。そしたら塗装していくんやけど、どうしようかな。サンディングシーラーから塗っとく。さて、そしたらサンディングシーラーまず手で塗っときますか。こういうとこね。そしたらこっちも塗っていきましょう。こんなんこそ FRP で作ったらよかったね。ほんならもっと軽くできたのにね。こんなもんかな。さて、そしたらね、サンディングシーラー塗ったんで削っていきます。削るというか磨きます。240番のサンダーで磨きます。これベッドルームの棚なんですけど、こっち側が前かな、こっち側前か、こっち側後ろ側なんですけど、この壁をね塗ろうと思ってたんですけど、もう塗るのってね大変なんですよ。もうバラして一個一個部品としてね塗ってから取り付けるんだったらまだいいんですけど、もう取り付いちゃってるものを塗るのはね結構大変なんで、もうね上からね貼ろうと思ってるんですよ。壁紙でね車の何年を取ってるものっていうのは見つからないので、
革ね。革だったら何年証明の取れてるもの。前にも一部使ってるんですけど、その何年証明の取れてる革をね、貼ろうと思ってて、そうするとこれがピチピチなんで、貼っちゃうとはめれない。で、この長さをね、4ミリほど短くして、ちょっとね、隙間が空くぐらいにしとこうと思ってます。歪みをね、吸収するのに、最初ここ、隙間を開けてね、パッキン挟み込んで棚をつける予定だったんですけど、何を間違ったかぴったりの寸法で作ってしまってたんで、そのままつけてたんですけど、結局やっぱり小さくしないと入らないということでね、カットしていきます。さて、そしたら、カットしていきますか。丸ノコで外周からカットしていきます。ホースつなぐの忘れとったん。次はちゃんとホースつないでやりましょうね。ホースつなぐの忘れたら、こんなことになっちゃいます。ここちょっと欠けちゃいました。今度はちゃんと丸ノコに集塵機のホースを接続しました。こっち側は止められへんな。ここはもう押さえといていくしかない。外周から丸ノコでカットしたんですけど、真ん中あたりが残ってるので、そこはマルチツールで削ります。あと、これね、こんな感じになってるのはもう、それで。マルチツールで削った後はサンダーで磨いていきます。ガタガタなんで、先にもうちょっとね、目の細いやつじゃない、目の粗いやつで削りますか。80ぐらいで、さっといっとこうか。スタンダーに80番のペーパーをつけました。こんなもんでどうかな。ちょっとここのね、表のかけたとこ、直さなあかんね。ここね。ここピンがちょうど打ってあったよね。そしたら、これピン抜いて、これネジ打ってあったとこもどっかあったよな、ここがちょっと出っ張っとんね。ネジ。そしたらここ前のね見えるとこ、紫外線効果パテで埋めていきます。その紫外線効果パテ、紫外線を当てるとすぐに固まるんでね、パテが固まるのに1日待たなければいけないとかね、そういうことがないんですごく便利でいいですね。こんな感じでどうかな。あとは見えるとこ大丈夫かな。はい。あと見えへんとこばっかりやもんね。ここはもう全然見えへんけど、一応埋めとくか。日差しが強いからすぐに固まると思うけど、一応紫外線ランプも当てときますか。早い。太陽光でやると早いね。もうカチカチやわ。ちょっと太陽当たるように置き換えます。固まったね。よし、完璧。そしたら再び240番に戻して、240番のペーパーをつけて仕上げをしていきます。塗っていきましょうか。この面からいく？もうちょっとこれか。グレーガンで白色の塗装をします。もうちょっと薄めた方が良かったかな。塗料の出が悪い。ベッドルームの棚の塗
装ができました。もうね、午後からなっちゃったもんでね、虫が寄ってきて大変でしたけどね。まあなんとか、まあ綺麗にできたんじゃないでしょうか。これね、またちょっと乾かしてつけていきたいなと思うんですけど、ベッドルームね、先に合成比較ですけど、革を貼って、それから棚を戻していきたいと思います。ここ全部革を貼っていくんですけど、ここね、蓋開くようにしとかないと後で困るんでね、これとりあえず外します。そしてこっち側もピツンピツンになっとうかな。ここがね、こっち側がちょっと入ってくるからこうしたんですよね。こっちはここエアコンの配管通ってるんですよ。ここはどう貼るかな。とりあえず隙間が見えるから、先にここ端弱でなんか貼っとこうか。端弱でね、なんか貼っときましょう。前に運転席周りに貼った革の残りでエアコンの縁を埋めていきます。さて、これをどうやって塗ろう。接着剤がたくさんいるので勘で買ってきたら塗るのに手こずってしまいました。この周りね、ここは棚がこっちとね、で隠れるので、ここは貼ってませんけど、この上とこの真ん中、やっと貼りました。結構めんどくさいですね、貼るのね。で、これ、残りの端弱からいたんですけど、またこれ、新しいやつ、同じ色を間違いなく買ってるんですけど、色が違う。若干。微妙に薄いんですよね。これに近い色。これやったら分からへんかな。なんでこう、毎回色が違うんでしょうね。これが明らかに色が違いますよね。だから途中で告げないんですよね。困ったもんです。貼るのも意外とめんどくさい。塗ったら塗ったでね、また削ったりね、磨いたり大変やしね。ハケで塗ったら綺麗に塗られへんし。いやいや、ほんまね。はい、ちょっと休憩しましょう。これね、ダイネットとベッドルームの仕切りのところ、ここ貼って、それから横の窓ね、運転席側、横の窓、側面貼ることができました。そして後ろ、この辺ね、半分ぐらい貼れたかな。こっち側ね、まだ貼れてないので、続きはまた明日したいと思います。結構時間かかりますね。大変です。はい。この辺ね、こっちとここと貼りました。ここや、この辺ね。はい、貼っていきましょうか。エアコンの風が通るとこのガスケット。穴に組み込んだエアコンのダクトの接続口、そこのガスケットを貼っていきます。窓の皮を貼り終えたので棚を戻していきたいと思います。まずは左側から。
はい。口棚が戻りました。間接照明の線ね。これパッキン。パッキン後から入れれるのか。パッキンはね、これ。一箇所切ってました。ちょっと関節つくかな。よいしょ。これね。1番、2番か。何がついたね。関節もね。次は右側の棚。この棚にはエアコンのダクトが通ってるので、吹き出し口のルーバー部分をつけていきます。ネジはね、ネジがいいのがないっすわ。あと3本なんかネジないかな。ちょっと探してきます。ちょっとね、この中から良さそうなネジを探そうと思います。サラビシやったらステンレスがありました。これとこれでいこう。エアコンのセンサーね。これもつけときましょう。これビットかな。短ビットでいける？いけるかな。車側の最後部についてたエアコンのセンサーを棚の中に移設します。ついたね。はい、そしたら棚を戻していきます。棚が戻りました。で、まだ全部止めてないけどね、止めましょう。棚を取り付けたら間接照明の配線を接続します。間接照明つきましたね。それから、これエアコンのセンサーの線ね。はい、コネクタつなぎました。うまいこといきました。そしたら、照明のスイッチ戻しましょうか。この辺、これね、こっからこっちと、この下はカーテンが来るんで、この辺につけとくと一番便利かなということで、ここになりました。カーテン戻しましょう。はい、カーテンレールもね、元の場所に戻していきます。はい、カーテンも戻していきます。はい、カーテンつきました。窓のパネルやね。ベッドルームの窓のパネルなんですけど、以前ね、この革を貼ったらですね、同じ色を買ってたつもりが、なぜか色が違うということでね、そのままだったんですけど、今回、寝室の仕上げね、するにあたって、このパネルをちゃんと貼り替えようと思うんですけど、前はね、ここに縁を作る予定だったんですが、縁を作るのをやめて、折り返して貼りたいなと思ってるんで、これを貼り直します。全部ね。もう寝室の、縁周り貼ったのと同じ色で貼って、統一感を持たせてね、すっきりさせたいと思っております。さあ、それではやっていきましょう。全部ね、こっちの色になります。前にこのパネルに貼った革を剥がします。それでね、さっき、ここちっちゃいマグネット入れてたんですけど、マグネットもちょっと弱いので、大きいのに変えます。で、穴をマグネット外して大きいのにしました。マグネットはね、ちょっとまだ来てないので、またおいおい。はい、前に貼った革を全部剥がしました。そしたら新しい革を貼っていきます。こう向きに取ったらいけるかな。
こんな感じですかね。そしたら皮を大きさに切っていきます。これスプレーのりがもう1本しかないんですよね。足りるかな。発泡スチロールというかね、このウレタンのとこね、これじゃないと溶けるんですよね、他の接着剤だとね。そしたらスプレーのりをパネルにスプレーしていきます。皮を貼っていきます。うちはね、折り曲げて貼っていきます。四隅の角の余る部分はカットします。こんな感じ。はい、そしたら窓にはめてみましょうか。はい、そしたらこっちも止めましょうか。どっちが、どれがどれ？はい、次は左側の窓もはめてみます。こっちがこっち。こんな感じね。こっちもね。ライトがこんなとこあったら見えへんね。ライトも一緒に動かさなね。はい。こんな感じ。これね、エアコンのね、この上の隙間、ここ、はらんでも見えへんかなと思ってたんですけど、めっちゃ見えるんですね。で、ここ、貼ることにしました。そうなんですよ。エアコンの上の隙間ね、見えないだろうと思って皮を貼らなかったら、丸見えだったんで、そこにも皮を貼ることにしました。この皮を貼るために外したエアコンのカバーとか全部ね、戻していきます。バラしたついでにね、フィルターを洗っておきました。そしたらベッドルームにベッドマットとかをね、戻していきます。ベッドもね、戻してきました。マットとかね。いやー、もう、暑くなっちゃいましたね。エアコンつけてるんですけどね。だいぶ、綺麗になりましたね。もう、全然違いますよね、やっぱり。木むき出しだったんですけど、壁全部ね、革を貼りました。革でね、ちょっと、ソフト感を出したかったんで、最終的にね、結局もう革を貼ることにして、革貼りました。ちょっとね、こう柔らかさを感じられる、温かみとかね、そういう感じで、はい、ベッドルームの完成でございます。これでね、ほぼほぼ完成です。やっとね、出来上がりましたね。まだちょっとね、部品が届いてないとことかあったりして、細かいところあるんですけど、まあ、大きいところはもう全部出来上がっちゃったんでね。もうあとは旅に出るのみということですね。はい。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。